皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編を皆さんにお届けいたします。戦型がですね、相手の方の雁木模様に対して右四間飛車からね速攻を仕掛けまして、これがね今回ねかなりうまくいきましたね。結果的にはね、作戦的には序盤中盤、特に仕掛けるあたりですね、仕掛けまで持ってってこうペースで戦うあたりをね中心に大盤でやっていきますので、ごゆっくりねお楽しみいただければなと思っております。はい、ではね早速大盤で解説の方をしていきたいと思います。本局私が先手番でしたね。はい、で2六歩とで8三4歩7六歩と、私の方はね2六歩と7六歩で居飛車を明示しました。で相手の方が、8四歩とつけば横歩取りですけど4四歩というね止めてきて、で、4八銀に、4二銀と、このスタートですとね居飛車か振り飛車かまだ分かりませんね。この段階で5二飛車と次回れば中飛車ですし、もっと言えば4三銀と上がった後にね飛車を3二飛車4二飛車って回れば四間飛車三間飛車の将棋になるわけですよね。ですので私はね5八金右とね、ちょっと様子を見ました。どちらにもでも対応しますよって感じの手ですね。でここで、後手の方が8四歩と突いたので、この歩を突くとね大体居飛車ですね。こう突いてから回ると飛車を動かすとねこの歩が大体傷になるというかね損の手になりやすいので、この8四歩でほぼほぼ居飛車だなということですね。で8四歩出て6八玉と、この6八玉がねもう何気ないところですけど、一つちょっとこう注文をつけたというかね、穏やかに指すんでしたら、7八銀とか6八銀とかねこう銀が上がっとくっていうのが穏やかなんですね。それはなぜかと言いますと、後手がね8四歩とついてきていますので、これ8五歩とね伸ばしてきた時に角の頭を守りたい。で守る時に6八銀か7八銀か上がっておくとこう7七銀とねこれ矢倉の形で受けることができるんですね。飛車先を矢倉の形で受けて矢倉に組むと、この後は歩を突いて金が上がって、こういう形になれば矢倉ですよね。ですので特にね昔というかそうですね、ちょっと前まではね8四歩に対して大体銀上がる将棋が多かったです。プロの公式戦でもやっぱ8五歩に、矢倉の形を間に合わせるっていう指し方がね比較的多かったと思うんですけど、この6八玉っていうのが近年のね最新の手、もちろん昔からある指し方なんですけれども、ちょっともうね新しい考え方の手で、もちろんこう6八玉と上がっちゃうとね、実戦もそうなんですけど8五歩と突かれた時に銀でね守るの手が間に合わないんですよね。じゃあ角で守ればいいじゃないかとね、思われる方もいると思うんですけど、もちろん角で守ると思うんですけど、やっぱり角で守るっていうのは持久戦に不向きなんですね。例えばこの状況ならいいですけれども、じっくり組んでいくと例えば銀がこう出てきたりした時にね、これは相手の方ばかり動かしてますけど、やっぱり角の頭ってこう狙われやすいんですよね。先ほどの矢倉の格好ですと、例えばですよ仮に仮想図ですけど、こういう格好ですと王様も下ですし、銀には銀で対抗してるので、これ一つの仮想図なんですけど受けやすいと。でやはり角でこう受けてる形というのはちょっとね角の頭ってこう狙われやすくなることが多いんですよね。なのでこれ本当ねちょっとしたことなんですけれども、6八玉とねこれ上がる手っていうのはちょっと本当に最近の手で、8五歩とね実戦もちょっと疲れたんですけど、この時7八銀とねもう飛車先の歩交換 OK と OK っていう指し方が最近多いわけですね。ここ OK でいいのかとね、こう歩交換されちゃ OK でいいのかと思われる方いると思うんですけど、ここを許す代わりに攻めちゃおうってことなんですよ。ここを許すだけだったらねただただ損しちゃうだけなんですけれども、この角道を睨みを利かしてるプラス面を生かしていくっていう指し方だから、6八玉何気ない王様なんですけど、結構そういう狙いがあるわけですね。で相手の方は7八銀に対してすぐね交換する手もあったと思うんですけど、3二金とね、これはね多分私の方の狙いを察知しましてね、受けにちょっと先に受けの手を指したということですね。もちろんここで飛車先の歩を8六同歩同飛車とやってこう飛車引いとくような指し方もあると思うんですけど、これだともうねこれでも私の先ほどこの将棋で指したような速攻をいくわけですよね。なので先に守りの手を指してきたわけですね。でもちろんここで7七銀とっては駆け引きの結果結局銀で受けましたっていう指し方もあるんですが、もう私の方はねこれね攻める気満々だったので、ここで4六歩とね右四間飛車を目指していきました。本局これが私の作戦ですね。私の作戦、こう相手の方が居飛車で来た時に角の頭は飛車先の歩交換は許すよと、その代わり角道を通したまま右四間飛車でバンバン攻めますっていうのが今回の私の作戦になるわけですね。で4六に対して相手の方は6二銀4七銀、これがねバラ銀が出てきただけなんですけど、結構ね
足が速いんですね。この後見ててください。これまだここですけどね、こう見ててください。あっという間に攻めになるんですね。4七銀に相手の方4三銀とね、これは難しいですね。金金という形で、受ける形もあったかなとは思います。実際は4三銀とね、ちょっと雁木調の形で受けたんですが、5六銀とね、ニョキ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 出てくるわけですね。で、ここからの2手がちょっと危険だったかもしれないですね。何気ない銀が出たところなんですけど、ここで6四歩とついてね、これもすごく自然な手なんですけど、5四歩とついて4八飛車に5三銀とかの方が4筋が硬かったかもしれないですね。これ本局はこういう格好なんですね。この本局こういう格好になるんですけど、こっちに銀がいた方が、4四の地点が硬いんでね。でこれでも私は4五歩と仕掛ける感じになるんですけどね。これでどうなるか。例えば一例挙げると、同歩ですと2二角成となりまして、同金に4五銀と取るような感じですね。でこの時に銀が2枚並んでれば、一応こう歩は打てるよということですよね。ここでね、攻めきれるかどうか、3一角ってね、あくまでいく手もありますけど、これはちょっとやりすぎですかね。こう打って銀を取れば銀を取るよと。で金が上がったりするとね、これ金が取られちゃうんでね、先手がうまくいった例だけやると、これで5二飛車ってね、これ5二飛車とかだと金と銀両方受かるんですけど、これは危険でしょうね。5三角成でバッサリ切って同飛車に4四銀と、突っ込んでいきましてね。で同銀同飛車、これはどうですか皆さん。これ気持ちいいですよね。どんどん一歩も引かず攻めで、これで次に4二銀がありますし、相手の方歩がないのでね、仮に銀をこう受けてきても飛車を下がっておけば、次にねこう4四歩から攻めて、逆にここに打つ歩がねないですね。角なんでね、これは先手が良さそうですね。ただこれはね、じゃあ角打ってうまくいくかっていうと、それがまたねちょっと難しい微妙な話で、角打ちの時にね、6四角っていう受け方がありますかね。6四角とね、これがちょっとね苦しげな受けなんですけれども、銀取りが残ってるんでね、後手も辛抱しがいがあるんですね。今度5三角成ですと、同角って取った手がちょうどここをね、さっき飛車だったんですけど、ここをね角が守ってますよね。で角が突っ込めないということは、ここも数が足りないんでね、で銀にしょうがない、銀下がるかってやると金寄られてあれって感じですね。これは行き詰まっちゃったかなっていう感じになります。ですので、じゃあこの場合どうするのかっていうと、この場合はですね、こう歩を打たれた時に満足して引いとくのが一番いいかもしれないですね。なんだ攻めきれなかったじゃないかと思われるかもしれませんが、こう引いておいて、次は先手番が来たら7七銀とね、私今ここで一歩持ったんで、もうこう銀上がって持久戦にして指すと。でここに角打たれそうですけど、ここの角打ちは角を合わせると、これはね有段者の方だったら知ってる手すると思うんですけど、合わせの角で同角成同銀でむしろ一手得します。でここ怖いですよね。ここね、ここ怖いんですけど、ここは同歩同飛車の時に角を打つと、飛車銀両取りでね、飛車を成れば銀が取れるということで、先手が良くなるということですね。ということでこれ変化の一例でございます。ただ5三に、銀をですね、この時ですね、歩をついて飛車で銀となったんですけど、5四歩とついて5三銀の方がおそらくね、これですといくら右四間飛車が強力といっても一気に潰すのは大変です。やはり角と銀と銀、角銀銀の3枚対飛車角銀の3枚なんで、3対3っていう形はなかなか潰れてないんですよね。これだったら一局の将棋だったと思います。実戦はね6四歩から飛車回って6三銀だったので、これね次もう一手銀が上がれると角銀銀対飛車角銀とかだったんですけど、この時に先手の番だったんでね、4五歩と仕掛ける手があって、これも早くも先手ペースでしょうね。もう4筋が間に合わなくなっちゃったんでね、明らかにこの銀がちょっと一手間に合ってないと。1個のね銀の違いなんですけれども、全然変わるというのがね皆さんお分かりいただけるかなと思います。でこれ細かいですけど、この歩を一歩で仮に交換してるとね、もっと銀が立ち遅れてるわけですね。この例えば8六同同飛車で歩を打ってね、引く手はあったよと言いましてね、これをやっちゃうとさらに銀がばら下なんで、これはもっと困っちゃいますね。なので相手の方のこの序盤の一手っていうのは何気ないよところで非常に大事で、この歩をね交換するのとプラスなんですけど、一刻も早くね4筋を受けておく方が対右四間飛車、もしね右四間飛車にお困りの方いれば早めに5三に銀を作って銀2枚並べてね、こういう格好ですよね。
4筋を防ぐ形を作るというのが、対右四間飛車対策としてはいいかなと。もちろんこれで優勢になるわけじゃないですけど、潰されないようにするには5三銀と形と4三銀と形2枚作ることが、一つ対抗策になります。実戦はね戻りましてこの形だったのでね、4五歩の仕掛けが成立して、早速ね先手ペースとなります。これ取り込まれたらひどいので同歩なんですが、この時交換するの大事ですね。取っちゃうと角成られても大変なことになっちゃうんでね、2二角成と取りまして、同金に4五銀とね、先ほど言ったようにね、あっという間なんですね。あっという間、さっき銀がここにいたと思ったらもうあっという間にこう右四間飛車で出ていけると、これは一番右四間飛車の一番気持ちいいところですよね。スピード感があって分かりやすいね。これは先手ペースですね。4五銀、次にこう4四歩と打って3四銀というね自然な進軍がありますからね。で先手の王様がこれが現代調でねちょっと気持ち悪いなんか美濃囲い間にいるような気持ち悪い格好なんですけど、これがこれで結構まとまってるんですね。これはこれで。これが結構以前ですとすいません、こういうカニ囲いが多分ね多かったんですよね。でカニ囲いはねやっぱ飛車に弱いんですよ結構ね。この後実は出てくるんですけど飛車に弱い、すぐ王手されるんですけど、この美濃囲いなんですか、美濃囲いっていうんですかね、美濃囲いの変形版みたいな、この格好は結構ねしっかりしてるんですね。で実際4五銀に対して4四歩と打たれちゃうと困るので4四歩とね逆に打ったんですね。この場合は銀が5三にいないのでもちろん止まらず同銀とね突っ込んでいくわけですね。で同銀で同飛車と、先手絶好調ですが、ここでもちろん後手にも反撃がありますね。こう歩がないんでね普通に受ける手は結構難しいんですが、5五角とね、これが部分的には厳しい反撃で、飛車がね成られちゃうんですけど、なってきたら一回例えば金とか上がって竜取りでね、竜が3四竜にももう一回3三金とか当てて、竜が追っ払って最後にね9九角成とこう香車を取ろうと。竜は作られるけれども香車を取りながら馬を作って、これは結構後手もね竜が敵陣で大活躍する感じじゃないので先手も結構大変でしょうねこれはね。ただですね、この5五角に対して7七角というのがこれがね手筋の受けなんですね。角には角というね。同角成ですと同銀と取ると先ほども出てきた形ですけどね、矢倉のような形にちょうどなりまして、今度5五角はね何でもないですから飛車になっちゃえばね不満なしと。で7七角に対して4四角とね飛車の方を実戦は取ったんですが同角と取りまして、さあここでねもう分かりやすく現代調のね優位さが出るわけですね。先ほど言いましたね、これカニ囲い。カニ囲いよくあるよって言ったんですけど、これカニ囲いだとこれ大変なことになっちゃいます。今同角と取ったんですかね。これはこれ飛車これ打たれてうわーですよねこれね。いたたたたになっちゃいますね。これはもう逆にね銀引で失格取られちゃうゲームセットと。これはね結構分かりやすいと思います。こうねやっぱ王様こうなってるとこの形が何が強いていうのは美濃囲いでこの格好が飛車に強いんですよね。でこの角がこう場合によってはこう飛車をね、飛車角が飛車を切って攻めていってもいいよっていうね。でこう4四角同角するようなところが定石諸等としたらねここまでで先手優勢ですよという局面ですよね。持ち側に先手角銀歩2枚持ってまして、で次に5三角成という手が王様の真上になる手で厳しいんですが、それを防ぐ方法はねこう飛車の動きで金を受けてるのがミソで受けるのが難しいんですね。普通はこういうね5二金の受け方ですけど、そうすると飛車の動きが止まるので2二角成と。実戦はここを受ける手がね難しいということで4九飛車と攻めたんですが、5三角成とねここになれるのが厳しいですよね。で5二銀と引いたんですが、また3一馬とね大暴れですね。馬がね大暴れで、またこの金取りがね、この金がねやっぱり対局中も言った時ですけど、金がここにいればね全然大したことないんですよこれね。金が3二にいるとね結構こう銀引いて意外と後手番まとまってるんですけど、金が2二のね1個の違いが痛くて、こう四角にね金の四角に入られた時に金が逃げれば桂が取られちゃいますしね、実戦は3三銀と頑張ったんですけど、これは辛いですよね。これは辛い。受けっていうのはやっぱり先手を取る受け方をしたいんですよね。これ銀を打って金を支えただけの銀、もちろん受けとしては一番粘り強い最善の手です。他の受け方ですとね桂か香とか金とか取られちゃうんでね最善の手ですけど、これは辛いですね。で実戦は1八角と
ここは難しかったですね。私はもう長考になりましたね。ここはまあ局面は優勢なんですけれども、確かあるんですけど、1八角と打って、これはですね、王様がいずれこちら側に逃げてくる感じになるので、その時にこう角を睨みを利かしたっていうのと、何も後手がしなければここに銀打つ手が実は嫌な手でして、嫌な手というか実は狙いでして、これで桂馬取れないんで、次こう金引けば飛車が取られちゃうわけですね。これ仮にこれで飛車が取れちゃえば、これはもう必勝形ですよね。もう相手の方は動けないし飛車持ってるしでね。なので実戦はゆっくりできないということでね、相手の方歩もないんでね、駒がないんでね、しょうがないで8六歩と来たんですけど、同歩同飛車に歩を打ちましてね、冷静に。で飛車が逃げれば、やはりこう縦に逃げればね、4八銀と打てば4七歩には同金でいいですし、この飛車がねもうすぐ捕まる格好になりますね。なので実戦は8七歩に対して7六飛車と暴れたんですが、8一角成と今度は桂馬を取りまして、そうですね、これで、はっきりね桂馬の攻撃態勢になってね、はっきり先手が優勢になりました。で8八歩7七桂、2六飛車とね飛車を使って、これもしね次2九飛車目となると、この桂打ちと2枚飛車でね一気に逆転になるんですが、2六飛車の時に、2七歩と打って4六飛車に4七歩とね、こう馬が利いてるんでね、飛車を追いまして4一飛車に、これも同馬って取ると、同馬でもね先手優勢ですけど、これ結構ねすっきりしちゃうので、4一飛車に6四馬と引いてね馬を逃げまして、これでねはっきり先手がね、次桂馬飛ぶ形で先手勝勢とね、先手優勢となりました。はい、進みましてね、これが終盤の局面ですね。今4三桂同角と、ここまではね私いろいろありましたけど、先手がね勝勢で進んでおります。ここでちょっと大錯覚の手をやってしまったんですが、正しくはね4三同竜同金、6三銀と打つぐらいで、相手の方飛車桂桂というね受けに適する持ち駒じゃないですしね、私の方はこう角金銀桂と思ってるんで、これはね、ほどなくね先手が押し切っていたような将棋だったと思います。実戦はいやちょっと自分でもね、信じられないポカですけれども、6二金とね打ったのがこれ大錯覚の手で、もうびっくりしました自分でね。これ同玉で取られてなんもないですかね、金弾のただのプレゼントになって、これでねちょっとね、一瞬は収めました。で6三銀と打ちまして、同金に4三竜とね、角は取れたんですけれども金銀を渡しましたからね。で私の方王様ここにいますから、結構危ない格好に、なりましたね。で、6四桂と王手で打たれて、結構ね怖いですね、中ぶらりんだからね。で7七玉と引いて、ただギリギリ残してましたがね、私の方はこう結構持ち駒が豊富なので、次ね、手番が来れば5四桂のような手からね後手玉をね詰ましに行く手があるわけですよね。でこの持ち駒で危ないんですけどね、実際も7六銀と打ったんですが、6八玉と引いて7七金打同銀、7七金同銀同銀成とね、迫ってきたんですが同玉と取って、で6五桂に8六玉と逃げまして、で7七銀とね大手ラッシュでね怖い思いしたんですが9六玉でね、これでかろうじて詰まないということで、この局面で相手の方の投了となりました。ちょっとね金最後もうひどいプレゼントをしたせいでねかなり危なくなりましたが、最後1枚ちょっとね足りませんでしたね。これで指すとするなら詰みがないので6九竜のようなね手でないんですけど、これだけ持ち駒持ってますからね、先手の方はね。5四桂と打ちまして王手していけば、王様逃げてねベタベタ打っていけば詰みますね。6二銀と打って角金銀持ってますから、バラバラになれば金2枚で詰みですし、王様逃げればもう贅沢です。いろんな詰まし方あると思います。打っていけば角金にいっぱいありますね。ということで、即詰みとなるということで、投了になりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。主にね序盤から中盤のところですね、どうやってもね将棋ってどう指しても同じになりそうだなっていうねところあると思うんですよね。細かな一手の違いっていうのは実は大きくてですね、本局も一手の違いによってね、私の方の速攻が決まりましてね、右四間飛車のね、攻めが大成功という感じになったわけですよね。この右四間飛車は、得意とされてる方がいる一方でね、右四間飛車に対する対策が苦手だよって方も必ずいると思うんですよね。そういった方はね本当に右四間飛車っていうのが本当にスピーディーな戦法なので、
いち早くね銀2枚を並べてね手厚く受けるって形をいち早く作ることが一つね速攻で潰されないための一つのコツとなります。その辺をね是非ね参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。